一人では慣れない人は絶対来ちゃいけない干潟ですんで。でかい。よっしゃー。村岡正則です。こんばんは。年末動画です。今日はね、また干潟の週末、爆風なんですね。本当に11から13っていう悪い日には立っちゃったんですけど、潮がすごい低いので、潮に合わせて波が高いんで、一段待って来たタイミングで入ってみようと思います。ここのちょいなら入っていけるんで、早速向かいたいと思います。ちょっと今日は風がね、どうかわかんない。ガンガン攻めていこうと思います。まずスリット渡ってポイントついたら、タックル紹介とかやりたいと思います。はい、沖の瀬周り着いたんですけど、まだね風強くて波が結構残ってて、ちょっとやりたいラインできないんで、時間潰しながらって感じですかね。今日のタックルはハイローラーです。 103ML でリールが4000番、 P が東レのシーバス P パーディウム1号ですね。でリーダー30ポンドだったかな。やりたいと思います。波が強烈です。風速がね11から13ぐらいあるんで、下げ潮早いパターンですね。今日は地合いが下げ。さっき駐車場でクリさんに会ったので、クリさんが入ってきてから一緒に風に向かいますかね。さあこの辺から沖の流れと自分が立ってる瀬の上をね流れがぶつかるラインですね。まだねちょっと危ない時間帯っていうのかな。足踏み外しちゃったりすると良くないんで、慎重に。目が慣れて全体のね波とかで地形が分かってくるんですけど、撮影用のライト照らしてるってこともあって目が慣れにくいんで、いつもよりゆっくり入ってってます。足元さらわれるほどじゃないけど、どんぐらいかっていうと何もなしでこんぐらいルアーが泳ぐぐらい。今アイザーですルアー、まあまあ速いって感じですね。男性なら大丈夫ですけど、子供なんかだと流されちゃうぐらいですね。で今自分がやってる右側20メーターぐらい先から一気にドーンと深くなるんですね。そこで足すくわれると本当に沖に出てっちゃうとこなんで、マージン20メーター置いて、僕がいるとこは膝下だから安全なんですけど、ルアーはその深い方を流してます。多分アイザーだと暴れすぎてドダウンだと食わないんで、直角気味に投げて流す感じですね。流れ抜けて深い方に流してって、川の流れに向かって投げると風向き的にもちょうどいいんで、これでどうでしょうかってところです。待ちに待ってた新月大潮なんで年の瀬ですが、毎年来てるけど結局一番でかいのがね釣れてたりする週で、魚ももうアフターも混ざってちょっと存在感が足りてない気がするけどな。スネコン130に変えます。中層漂わせてみます。もうスネコンはこの流れの中だったら S 字ブンブン描いて泳いでるんで、どっちかといえば巻きすぎないで止めて漂わせて S 字、これ状態でもねウェイトが1個も固定されてないルアーですんで、デッドアクションがないんですよね。常に動いてるルアーなんで、流れの中だったらこうやって止めてる時間もちゃんと誘い続けるっていうのかな。で巻くと S 字がでかくなって、でまた止めてって感じでやっていいんじゃないかと思います。で浅い瀬の上乗ったら回収して、この辺の干潟は本当に複雑な地形をしているので、流れのね向きが刻一刻と変わるんですね。今は自分が画面から見たら左手前から右奥方向にね強烈に流れが発生してるんですけど、もう水深30センチしかなくて、今日まだまだあと80センチ引くんで水面出てくるんですね。で出てきたら流れることができなくなるんで、この左から右に流れてる流れはこっちからこっちに行くんですよ。でその流れが変わった瞬間に瀬のね中にいたいんですよね。今日もね続々と人が入ってますね。自分多分2番目に入ったと思うんで、見えている範囲で10人入ってきました。で毎回この動画で言ってますけど、特に新月の日は大潮の日は風の強い日は一人では慣れない人は絶対来ちゃいけない干潟ですんで、分かってる人
とか干潟のウェディングゲーム講習会ってメーカーとかお店がやってるんで、そういうのに出て、そこで友達見っけて一緒にねやってもらったらと思います。相座に戻します。でちょっとポイントも変えて向きが変わりだすタイミングで、まだ変わってないけど変わるところに行きます。ちょっと慣れない左キャストだと向かい風11メーター全く飛ばせないんで、仕方なく右腕解禁で肩使わないで肘から下だけで投げます。すごいな、流れが。もう左流れ始めてんね。波は左から右に来るけど、ルアーは右から左に。おお、魚に注意。楽しい、食いそう、いい時間。ここだけじゃないですかね今日。潮位で潮の向きが180度ぐらい変わるんですよね。すごいポイントで変わり目がすごい釣れるんです。5人ぐらい同じラインに入ってます。魚が回ってくれば右から当たってくるんで、うい、波があと5メーターぐらい前出たいけどな。こんな投げ方してたら右肘壊しそう。こういうね寒い日に無理すると体壊すんですよね。若い時でもそうなんだから。さあ、やっと狙ってたポイントに入れましたが、ちょっと今日は風のせいで狙ってた蝶よりタイドグラフで40センチですね。標準偏差もあるから30センチ遅れ。ちょっと厳しいかもだけど、この10投勝負ですね。でかい干潟にしてピン。ダメだ、もう浅いわ。上の海藻の表面に触っちゃう。でかい干潟にして魚がつく場所っていうのが何箇所か干潟には存在してて、通い込んでる人はきめ細やかに知ってて、ちょいを合わせてね入れるっていう。今日自分はですね、なんとなんですけど、会津160を置いてくるっていう、先週出荷してここで置いてきちゃダメだろうっていう。しかも今日ちょっとガレージで製品版プロトとかそういうのを使ってたんだけど、自分にも手元に届いたんで、ちゃんとこうパッケージから出したやつですね。輪ゴムをねつけて机の上に置いてここまでやってきてしまいました。よし、食った。よし。相座125。ピンの外側、まだ流れ効いてるところに来ました。さあ、今年最後の1本になるかな。明日もね一応来るつもりなんでどうかわからないんだけれども、ちょっと浅瀬に連れて行きます。でかい。よっしゃーここが今一番浅いところですね。もうちょい引いたらいいんだけどな。70オーバー。80あるかな。ハーモニカ。あいつはハーモニカ。狙い通りのうちに。80全然ありますね。やったぜ。よいしょ。じゃあ取った。ドーンとなんか83、4ってとこじゃないですか。太いですね。やっぱり体高あるし厚みもあるけど、お腹ぺったんこで産卵後干潟についてるような感じの魚ですかね。嬉しい。誰か
写真撮ってほしいなって思うんだけど、アイザー 125F で今年ことごとく測ったら大きかったんで、それを踏まえて85とか測りもしないで行ってみる。いやー、でかい口してんな。今年もたくさん楽しみましたが、締めくくりになるかもしんない一本ですね。ちょっと測りたいけどリリース優先で。さあ、ありがとうな。いや、でかっね、これまあいいや。あ、いや、これ90。まあいいや。ありがとうだな。バイバイ。一瞬で去りました。最後逃がすとき、全然でかいかもって感じでしたけど。試合間に合ったよ。ギリギリだったんじゃないかな、流れ止まる。いや。もうこれがたまらんよね。まだいるよ、まだいる。クリスさんどこ行ったんだろうな。クリスさんいつもこの辺にいるんだけど、今日見当たらない。右はね、3人組ぐらいがいて、クリスさん今日1人って言ってたから、もうこのサイズつったら今日は帰ってもいいぐらいですけどね。一昨日まではだいぶ忙しくてヘロヘロだったんですけど、昨日しっかり一日休んで、世界がバラモスとかゾーマによって闇に包まれてる、再びそんな話を聞いたんでダウンロードしてしまったんですよね。だからちょっと年末年始は世界を闇から救うためにいろいろ戦わないといけなくて、とりあえずレベル8だったかレギュラーも覚えるぐらいまで昨日やってたんですけど、そのせいで今日はめっちゃ元気です。だから今日はアリはやんないけど下げ切るまでやろうかなって感じでしたんですが、天気予報とかちょいだけ見たら明日が X デーかなと思ってるんで、今ね、ここすごいんですよ、高低差が。この浅くなった外側にいた魚ですね。もう今頃いないと思います。ここから次の浅瀬を打ちます。ちょっとハンドルを左巻きやりづらいんで右巻きに変えたいんだけど、海の中でハンドル交換ってもうアホの極みですからね。釣り終わるじゃないですか、落としたら。ここがもう浅いんで、浅くなってからやろうと思って、まず一番なくしそうなこのキャップを落とすなよ。よし。なんかすごい、いつもはまんないのに一発ではまるこのユージストのハンドル偉い。左投げ右巻きでいきます。そういえばこの間インスタだったっけなって思って動画で喋ろうと思ってたのが、ネット使わない時多いのなんでですかって書いてあって、もちろんネットはあった方がいいんですよ。例えばバトルの時とか、これは絶対魚を取りたいロケの時とかは基本ネットは持ってくんですよね。今年の石川県のタッグバトルでも多分4人の中で一番ネットを常に横に置いてたのは自分ってぐらいネットは大事です。だけど普段の釣りは半分遊びなんで、この YouTube でかけたらもちろん取りたいけど、それ以上にネットを使うってことは少なからず魚を相当傷つけるんですよね。鱗だったり粘膜だったり、特に70以上になるとネットの中でガシャガシャ暴れることで鱗の間から血がにじんでたりするじゃないですか。蘇生してね、リリースできれば死なないけど、そこまでしなくていいよねっていうのがネット使わない理由ですね。プラス YouTube とか自分みたいな立場、釣った魚を写真撮ってブログに上げたり、雑誌とかねテレビに載っけて活動してきたんで、綺麗な魚の方が映えるわけですよ。背びれが割れてないとか尾びれがヒレピンでね。でネット使うと背びれとかも全部破けちゃうじゃないですか。だから最初使わなくなったんですけど、今はそういう理由よりも魚を傷つけない。釣りって行くまでで 50% 終わってて楽しさの、釣り具屋で 30% ぐらい終わるって感じあるじゃないですか。だから自分は釣り具屋あんまり行かないけど、
釣りの準備してる時点で 50% は楽しんでて、釣り場に着いた瞬間にはもう 70% ぐらい楽しんでて、で釣りしてる間に 80% ぐらいいってて、かかったらもう 95% ぐらいドンってバイトした瞬間に5% ぐらい満足してますね。釣りの楽しさ1本取るまで100としたら。だから残り5がバレちゃったとしても悔しいって感じにならなくなっちゃいました。2万本以上釣ってるんで、始めた人が本当一本一本大事にするのはね、とてもいいことだと思うんですけど、自分はもう17歳から35年やってますんで、この釣りを。だからむしろかかった魚が傷もつかずに綺麗に戻っていくことがむしろ希望って感じなんで、ネット使わないっていう。岸壁とかね、足場高いとこは抜き上げてね切れたりしたらもうそれこそ最悪なんで、ちゃんとネット使いますけど、ウェーディングの時はそれで大抵ネット持ってないですね。釣り親父の面々は半分以上みんなネット持ってるな。彼らも30年近くやってるはずなのに欲深い連中ですね。まあ釣りの頻度が違うからな、そんな理由です。3つ目の自分のポイント、今年はここが出ないですね。去年一番釣れたんだけど、ここの実績一番なんで打たずにはいられないっていう、長くやってる人あるあるですよね。過去の実績に縛られて投げてしまう。釣れないって分かっててもそれで地合をね無駄にしちゃうんですけど、自分が愛したポイントがダメになっていくのを見るのも一つの釣り人ですよ。皆さんも10年ぐらいやってる人だったらね、あると思います。人によってね立ち木になっちゃうとか、それは本当悲しみですけど、地形変化で変わってったり、なんだか知らんけど釣れなくなっていくのもね結構あるんで、魚がいなくなったとかじゃなくて、そういうものまだ流れ残ってるんでいれば食ってくる。このピンはねなんかすごい思い出深くて、釣り親父の面々は普段はねあんなバカ騒ぎしてますけど、みんな釣りの時は本当にガチでみんなうまいんですよ。メーカーのテスターぐらいだったら全然慣れる実力があるメンバーで、シーバス歴全員20年以上じゃないかな。でもちろん人生のねいけない時期が誰かにあったりあるけれども、そう言ってもずっと関係をねつなぎながら20年近く毎日のようにこういう場所で会って連絡取り合ってってやってたんで、そういうメンバーとやってる中で結構面白いのが、とんでもない広大なね干潟の中に魚がたまるポイントっていうのはやっぱりあって、一番先頭でそういうのを探しに行っちゃうのが工藤さんですね。工藤さんは僕らがいればいるほど王道の釣りをするんで、ポイント開拓って面白くて、自分がイレギュラーな釣りを試しに行って仮に釣れたとしても、メインの釣りがめちゃくちゃもっと釣れてたら状況が良かっただけとか、比較対象がないとなかなかポイント開拓って難しいですよね。同じ瞬間同じ状況って釣りにおいてありえないので、次の日に行ったとしても多少ずれるとか、次の日ね全然出なかったりとか。だから結構工藤さんは僕らがいる時ほどアウトサイドに振った新規開拓行っちゃうんですよね。だからたまにこう僕らが10本ぐらい釣って3時間ぐらいして、で戻ってきてどうでしたっつって、ああもうバカバカです、結構出ましたよって言ったら、ああ全然ダメでしたなんつって。でもそれが新規開拓なんで、釣れなかったからダメじゃなくて、要は比較対象ですよね。僕も思いっきりアウトサイドには振らないんですけど、結構みんなを今入ろうとかそろそろ上がろうかとか、体調ってわけじゃないんだけどそんな動きをしてる時もあるんで。でもここのポイントはある日全然ダメだねって中で上げ潮までやろうって決まってたんで、その後 3,4 時間はどこかでやるって決まってたんで、自分だけめちゃくちゃ歩いて出した1本から導き出したポイントなんですよね。ここGoogle マップとかにも出てこないんですけど、こんな感じで突然浅くなるんですよ。これわかるかな。アマモなんであまり踏まないようにね、突然浅くなる、胸ぐらいの水深の中に突然浅くなるポイントがあって、深い時にねそこに魚がつくじゃないですか。ちょい的にはギリギリなんだけど、まだ水が残ってるうちに来ると魚が出ると。ここは干上がらないんで Google マップとかにも絶対映んない沖の浅瀬ですよね。でピンっていうほどでもないけど、多分相撲の土俵ぐらいあるんですよね。
もう何キロ四方っていうね干潟ですから、そういった場所にねしっかり魚が残ってますよね。最後はどっか行っちゃうんだと思うんだけど、どっか行っちゃうか、意外と最干潮の時歩いてて駆け上がりでぼーっとしてるスズキをよく見るので、残ってるんですよね。潮が止まったら、区域が止まっただけで、僕らのライト見て逃げていくみたいな。でまた上げ潮が入ってきて潮位が上がってきて、線の上を流れ出したりするとベイトがね動き出すんで杭が立つみたいなね、そんな試合の過ごし方してんじゃないかな。でこういうのはね、台風来るために場所が傾向としては変わんないけど、100m 200m ずれることはまあまああるかなって感じがします。毎年最初に入るときに地形調査しながらピンの位置をしっかり合わせていくんですけど、すごいもどかしいのが10月とかは入れるけど潮が引かないんですよね、そんなにね。今日今ここいるのはマイナスちょいに引く時のポイントの話。浅いんで釣れるんだけど10月はここがわからないって感じですね。12月なんかだともうマイナスちょいね何日か続くんで、そういった日だと干潟を探索して、だから干潟の釣りうまい人って歩いてますよね、やっぱね。自分もめちゃくちゃ詳しいわけじゃないけど、干潟のスペシャリスト的なね代名詞でやってる人たちは本当に釣り竿持ってるけど投げもしないで延々歩いてたりするのよく見るんで、それは釣り場探しもあるけど、やっぱ流れ探し、流れが地形を作るんで、地形が分かれば流れが分かる。もう流れが止まりだしたんで、干潮1時間前、エグイドかガボツか悩む。流れないから無アクションを増やしたいですね。あのサイズがいるならガボッツじゃない。やっぱガボッツのでかいのいってますかね。さっきレッドヘッド出たから、今日は新月なんでパールカラーが当たってる気がします。ガボッツ150で、これに出たらまたいいサイズでしょう。じゃあいざ1号丸サイズアップ狙っていく。は満天の星空です。新月、快晴、北風ピューピュー。でもなんか釣れたんで全然寒くない。さあどんどん移動していきます。今日はマイナスちょいまで動くんで、上げ潮もねすごい早いから、基本的にはもうそういう時の上げ潮は自分はやらないで、先で釣れたら帰るって感じかな。上げ潮もちょっとやる時はあるけど、昔はなんかいい上げ潮打って帰ってたんだけど、やっぱりね危ないんですよ。若い時とね違いますから、そこまでやらなくてもって感じで。びっくりした全然前回の A 地獄から恐怖症。今 A じゃなくて俺のこのハンドルの影が飛び絵に見えたっていう。この辺からもう流れもボケてくるんで、地形もねボケてきます。ボケてくるんだけど面白いもんで、そのボケた地形だからこその海藻と貝の種類が変わるんですよね。流れがたるいんでいい海藻体になるんで、海藻体の隙間にシバスがねつくんですよ。で流れがないから海藻体をねこんな感じ。海藻体山もなんで極力踏まないで、生えてるところの周りをね砂地歩いて、こうだんだん深くなっていくんで、しっかり投げていく。アマモ体があるんですけど、アマモがいいね隠れ家になるんで、干潮時魚がすごい残ってます。出たらでかそうだけどな。これはベイト好きじゃないと思うんだよな。カニかエビとか食ってたり、下手すとね青ヤギとか食ってるんですよね。こういったかったるいところのスズキって、もちろんベイト入ってきたらベイトにつくんだけど、カニとかエビを考えるとガボッツ150はやりすぎなのかもしれないですよね。で流れももう止まるタイミングなので、水を動かすルアーにはしたいけど深いわけじゃないんで、レンジも入れてもしょうがないので、ゼッパー80みたいな動きを浅瀬でさせたいんですよね。ってなるとシャルダスだったりするんだよな。だからボンさんとかクリスさんよくシャルダスで釣るんですよね。俺持ってきてないんで、去年ですねこのタイミングでグイドで1本取った下げの流れが止まって、まったりしたタイミングで
水域もね、水もまったりしてんだけど、エグイドはよく動くルアーなんで、それで水面をこう引き波立てるように引いて、アイザー100もあるからな、今はな。今年は干潟のエグイド、本当にめちゃくちゃ活躍しましたね。なんか当たんないなと思ったら、ガボッツ120もあるし、今年発売したルアーだから使ってくれっていうのが営業的な視点だけど、俺は釣りに行く。ガボッツ120ももうちょい水が動いてる時ならすごいいいと思うし、ベイトついてんなら絶対いいんですけど、多分今はベイト好きではなくて、車エビみたいなの食ってるようなスズキが目の前にいるタイミングですね。エビも動くタイミングなんで、この時間。エグイドは泳ぐ姿勢がいいのと、水を動かす滑らかさがとてもいいので、稲子マイクロベイトとかもめっぽう強いし、カニエビ意識したとこにアプローチしても全然出るし、万能とは言わないけど、非常に幅広いですね、守備範囲が。ぜひこういうまったりしたタイミングで入れてもらいたいし、流れの中だったらリップレスミノのように使えばいいんですけど、流れがないような状況の時はトップウォーター的な使い方もしてもいいと思うし、こんな感じでちょっと、特にデイなんかこういうクイックイってファンファンファンって動くんで、こんな感じでそういう風に動かしていってもいいし、夜は水面まで浮かしてめちゃくちゃゆっくり、これぐらいでいいです。そうすると引き波出しつつ動く。ガボッツよりは動かないけど、ガボッツぐらい水を後ろにもやを作りながら引いてこれるんで、これがね、やっぱ水面に出てるエビだったり甲殻類っぽかったりすんのかな、わかんないけどよく釣れますね、こういうところでね。ルアーが落ちたところは多分首ぐらいの深さだから 1.5 メーターぐらいあるんですよね。多分一番深いところで最干潮のねタイミングの最終的にはそこにベイトとスズキが全部集まるんで、本当はこっからの上げをねやれれば最高なんですけど、自分が今いる立ち位置は上げ出した頃には戻ってないと結構危ない場所なんで、上げをここでやったことはないです。じゃあアイザー 100F に変えます。マットチャート。アイザー 100F はで真っ暗で喋ってもしょうがねえか。まあいいや、聞いてください。真っ暗なまんま。アイザー 100F はエグイドより同じスピードで巻くとレンジが20センチぐらい下で非常にナチュラルに泳がすことができるんで、エグイドのフォローとしてはドンピシャかなっていう。若干水押しが弱いのでフォローですね。流れがあったらアイザー100の方がとても使い勝手がいいですけど、今の状況は流れないので多分エグイドが本命なんですけど、当たんないならアイザーも入れてみる。ちょっと細いので、例えばサヨリの小さいのなんか意識してんなら出てきますしね。エビもあれ面白くて、大抵はそこにいるんですけど、なんでか知らんけど水面出てくるんですよね、あいつら。で水面出てくるからスズキに突然狙われるんだけど、簡単には食えないんですよ。エビって瞬間移動するようにバーンって飛べるから、水面に出た瞬間にスズキがこう食い上げてきたりするのを結構自分も見たこと何度もあるんですけど、絶対食えてないですよね。自分が見てる中では一回も食えた見たことない。結局食えてるんだと思うんだけど、エビも簡単には食われないですね。どうですか？私は当たりないけど、さっき駐車場で会った友達が、スネコンの180で2回当たりがあったって言ってました。180でマジか。そんなベイトでやってるからどんなパターンだ。俺はね85から90ぐらいのが1本取れたかも。ちょっと測ってないから分かんないけど。マジっすか？でかいのがアイザーでした。出てないけどスネコン182発当たったっていう、あのサイズがいるんで当たっておかしくないけどね。すげえな。スネコン180この浅瀬で引くんかね。だいぶリトリーブ早くしたのかな。針をヒバス用の BKK とかの細軸の20ぐらいにしたら結構浮くんかな。干上がっちゃってますね。さあここやって終わりにしたいと思います。じゃあスネコンの90ですね。90多分ギリギリ引けるかもしれないんでちょっとやってみたいと思います。海藻ばっかり拾っちゃうなら買います。多分ね落ちたとこ胸ぐらいなんで手前拾っちゃうにはもういいんだけど、なんとか魚が食いそうなゾーンは海藻に触らないで引けるんでちょっと投げ込んでみます。そしたらスネコン90の真っ暗トークですが、
スネコン90も基本的にはネットだと流れの中でめちゃくちゃいいよねっていう声が多くて、流れの中だと巻かないことでスネコはよく動くんで唯一無二のねルアーだと思うんですけど、今みたいにまったりした干潟、例えば都市型河川とかちっちゃいね地方の2級河川とかのまったりしたところですよね。でそこに稲っ子なんかがたまに跳ねてたりするような流れがそんなに出ないような河川でもスネコン90はすごい強いです。130はより流れに振ってんだけど、90はそういったところでフルキャストして着水したらこんぐらいでミディアムリトリーブするだけでよく釣れるルアーですね。浮遊感が130に比べてあるセッティングになってるんで、特に8月から10月ぐらいの稲っ子を食ってるような状況でとても当たるセッティングにしたんですよね。でこういったとこでもこんな感じで巻くとだいたい50センチぐらいを緩やかな S 字描いてラトロームになって水動かしながら引っ張ってこれるんで結構強いです。ベイトが何かというよりはベイビーカニパターンなんかで強いかなって感じ。夜光に何かが光ってたんだけど、何が光ってたんだろうな。干潟って面白くて信じらんない発光生物がいっぱいいるんですよね。青いすごい光が見えました。そんな感じで使ってもらえたらと思います。これでダメなら帰ります。もう潮止まりなんで今日は揚げやらず、明日やるかもしれないけど、ちょっとここのとこ釣り行きまくってて家族の理解があるんですが若干呆れられてるんで、家族と過ごす時間もたくさん作りたいかなというタイミングですね。年末年始はずっと一緒なんだけど、ちょっと一日早く釣りを終えてもいいかなって。あんなサイズ釣っちゃったらね、今日ね年納めの1本ならちゃんと測っとけばよかったけど、誰もいないし地面が露出してないタイミングだったからしょうがないですけどね。この辺でも釣れそうだけどな。なんか去年今年ダメ。クリさんです。年納めのランカーで締めるか明日も来るかすごい悩みながら今日は帰ろうかなって感じ。味もやんの？明日また来る予定なんで、まあ、友達がやろうって言ったらやるし。あ、この後？そうですね。なるほどね。明日もやるんだ。そうですね。クリスさん来るならやろうかな。てか今日俺が LINE 貼ったら、みんな来そうよね。そうかもしれない。何回当たりだったんですか？ワンバイト1本取った時83、4かなって感じだったんだけど、逃がす時にこれもしかしたら90あるかもみたいな感じだけどまださどこも干上がってなくてもう気温もなかったからもう、じゃあ水がまだあった時ですか？そうだね。後ろの目じゃ一人じゃ出せないもう年で近くにいればよかったけど、ね、映像バッチリ残ったんでもうそれでいいやと思って逃がしちゃいましたけど、そこにまであと40分ぐらいねあるんで私上がりたいと思います、もしかしたら良いお年をで。そうですね。新年会よろしくお願いしま。そうですね。美味しいやつ持ってきますから。また川州さんが。そうですね。いや川州さんが送ってくれてるんで、ありがとうございま用意しす。ておきます。はい、よろしくです。お疲れです。さあ新年会、川州さんがまた北海道のね水産会社素晴らしい差し入れ用意していただいたようで、楽しみな新年会になりそうです。こういう浅瀬のてっぺんの砂質、干上がったところのてっぺんのね砂が柔らかいか硬いかもすごい大事で、硬いとこが魚がつきますね。ここは硬い。